水曜日。母と買い物。水曜日は家で過ごしました。朝は少し遅く起きて部屋のカーテンを開けました。外はよく晴れていて、空は青く広がっていました。窓から入ってくる風は少し涼しくて気持ちの良い朝でした。朝ごはんは家で食べました。ご飯と味噌汁を用意して卵焼きも作りました。食事の後で食器を洗い、台所をきれいにしました。午前中は部屋でゆっくりしました。本を読んだり、机の上を整えたりしました。窓を開けていると、外から鳥の声や車の音が聞こえてきました。静かな時間で時計の音だけが小さく響いていました。本を読みながら知らない言葉をノートに書きました。昼前に母と一緒にスーパーへ行きました。カバンを持って二人で歩いて行きました。道の両側には店が並んでいて、人が買い物をしていました。スーパーに入ると明るい音楽が流れていて、たくさんの商品が並んでいました。母は野菜や果物を選びました。私はカゴを持って母の横で手伝いました。トマト、キュウリ、玉ねぎなどを入れました。肉や魚のコーナーにも行きました。冷たい空気が流れていて、ショーケースの中に新鮮な商品が並んでいました。母は肉を一つ選んでカゴに入れました。レジでお金を払って袋に入れて家に帰りました。帰り道は少し重かったですが、空は明るく歩きやすかったです。昼ご飯は買った野菜を使って作りました。母が台所で切ったり炒めたりして、私は横で手伝いました。ご飯と一緒に野菜炒めを食べました。昼ご飯の後は少し休みました。ベッドの上に横になり、静かに時間を過ごしました。午後は公園に行きました。運動をするために運動靴を履いてタオルと水を持って出かけました。公園の中は広くて木がたくさんありました。道を走る人や犬を連れて歩く人もいました。私はまず少し歩いて体を温めました。その後でジョギングをしました。公園の道をぐるりと回ってゆっくり走りました。風が顔に当たって気持ちが良かったです。走った後はベンチに座って水を飲みました。しばらく休んでから軽く体を伸ばしました。
体が少し疲れましたが、とてもすっきりしました。夕方に家へ帰りました。シャワーを浴びて汗を流しました。その後、机に座って少し本を読みました。窓の外は暗くなって空に星が見えました。夜ご飯は母と一緒に食べました。昼に買った肉を焼いてご飯と野菜と一緒に食べました。食事の後は台所を片付けました。夜は部屋でゆっくりしました。机に座ってノートを少し書きました。電気スタンドの光の下で本を読む時間も作りました。その後、彼氏と話しました。携帯電話を使って夜にしばらく話しました。今日のことや次の予定について話しました。声を聞きながら静かに時間が過ぎました。夜遅くなったのでお風呂に入りました。体を温めて髪を乾かしました。部屋に戻ってから電気を消してベッドに入りました。窓の外は静かで虫の声が小さく聞こえていました。こうして水曜日は一日が終わりました。午前中は母とスーパーへ行き、午後は公園で運動をしました。夜は家で彼氏と話して過ごしました。家の中と外の両方で時間を使い、充実した一日になりました。木曜日、祖父母の家を訪ねた日。木曜日は祖父母の家を訪ねました。朝は少し早く起きて出かける準備をしました。顔を洗って歯を磨き、服を整えました。窓を開けると空は晴れていて青い色が広がっていました。風は柔らかくて心地よい朝でした。家を出る前にカバンの中にお土産を入れました。祖父母のために前の日に買ったお菓子を準備しました。午前中に電車に乗って祖父母の家の近くの駅まで行きました。電車の中は少し混んでいましたが、席に座ることができました。窓の外には街の景色が流れていきました。ビルや住宅が見えて、しばらくすると畑や田んぼ見えてきました。空はずっと明るくて、雲が少し浮かんでいました。駅に着いた後で歩いて祖父母の家に向かいました。道には花が咲いていて小さな川も流れていました。川の上には橋がかかっていて水の音が聞こえていました。ゆっくり歩いていくとやがて祖父母の家が見えてきました。木の門と小さな庭がありました。
庭には花や植木が並んでいて色とりどりでした。祖父母の家に入るとすぐに温かい雰囲気を感じました。部屋の中は静かで畳の香りがしました。台所からは料理の匂いもしていました。祖父母は私を迎えてくれて部屋に通してくれました。持ってきたお菓子を渡しました。祖父母はとても喜んで机の上に置いてくれました。昼ご飯は祖母が作ってくれました。テーブルにはご飯と味噌汁、煮物、焼き魚が並びました。とても家庭的で優しい味がしました。祖父母と一緒に食事をしてゆっくり過ごしました。窓からは庭の緑が見えて鳥の声も聞こえてきました。食事の後、食器を片付けて台所を手伝いました。午後は居間でお茶を飲みながら過ごしました。祖父母は昔の話をしてくれて、私は静かに聞きました。机の上には湯飲みとお菓子が並びました。祖母はお茶を入れてくれて、香りがとても良かったです。少し休んだ後、庭に出ました。庭の木は高く伸びていて、葉が風に揺れていました。花も咲いていて、色がきれいでした。祖父は庭の手入れをしていました。草を抜いたり、花に水をやったりしていました。私は少し手伝ってバケツに水を入れて花にかけました。庭に立つと空の青さと緑の色がよく見えました。夕方になると祖母がおやつを出してくれました。お皿には果物と和菓子がありました。一緒に食べながらゆっくり時間が流れました。部屋の外は少しずつ暗くなって窓から夕日の光が差し込みました。壁や畳が赤く照らされてとても静かな雰囲気でした。夜になる前に祖父母の家を出ました。玄関で靴を履いて祖父母にお礼を言いました。祖父母は門まで見送ってくれました。外はすでに暗くなり始めて街灯がついていました。道を歩きながら虫の声が聞こえてきました。駅に戻って電車に乗りました。夜の電車は少し空いていて、窓の外は暗かったです。遠くに小さな光が見えて、町の家の明かりが並んでいました。電車に揺られながら祖父母の家で過ごしたことを思い出しました。家に着いた後はお風呂に入りました。体を温めて服を着替え、髪を乾かしました。
その後、机に座って少し本を読みました。静かな夜で部屋の中は落ち着いていました。やがて電気を消してベッドに入りました。一日中、祖父母の家で過ごして、料理を食べたり、庭を見たり、静かな時間を楽しみました。祖父母と一緒に過ごした時間は、とても穏やかで心に残りました。水曜日、母と買い物。水曜日は家で過ごしました。朝は少し遅く起きて部屋のカーテンを開けました。外はよく晴れていて、空は青く広がっていました。窓から入ってくる風は少し涼しくて気持ちの良い朝でした。朝ごはんは家で食べました。ご飯と味噌汁を用意して卵焼きも作りました。食事の後で食器を洗い、台所をきれいにしました。午前中は部屋でゆっくりしました。本を読んだり、机の上を整えたりしました。窓を開けていると、外から鳥の声や車の音が聞こえてきました。静かな時間で時計の音だけが小さく響いていました。本を読みながら知らない言葉をノートに書きました。昼前に母と一緒にスーパーへ行きました。カバンを持って二人で歩いて行きました。道の両側には店が並んでいて、人が買い物をしていました。スーパーに入ると明るい音楽が流れていて、たくさんの商品が並んでいました。母は野菜や果物を選びました。私はカゴを持って母の横で手伝いました。トマト、キュウリ、玉ねぎなどを入れました。肉や魚のコーナーにも行きました。冷たい空気が流れていて、ショーケースの中に新鮮な商品が並んでいました。母は肉を一つ選んでカゴに入れました。レジでお金を払って袋に入れて家に帰りました。帰り道は少し重かったですが、空は明るく歩きやすかったです。昼ご飯は買った野菜を使って作りました。母が台所で切ったり炒めたりして、私は横で手伝いました。ご飯と一緒に野菜炒めを食べました。昼ご飯の後は少し休みました。ベッドの上に横になり、静かに時間を過ごしました。午後は公園に行きました。運動をするために運動靴を履いてタオルと水を持って出かけました。公園の中は広くて木がたくさんありました。
道を走る人や犬を連れて歩く人もいました。私はまず少し歩いて体を温めました。その後でジョギングをしました。公園の道をぐるりと回ってゆっくり走りました。風が顔に当たって気持ちが良かったです。走った後はベンチに座って水を飲みました。しばらく休んでから軽く体を伸ばしました。体が少し疲れましたが、とてもすっきりしました。夕方に家へ帰りました。シャワーを浴びて汗を流しました。その後、机に座って少し本を読みました。窓の外は暗くなって空に星が見えました。夜ご飯は母と一緒に食べました。昼に買った肉を焼いてご飯と野菜と一緒に食べました。食事の後は台所を片付けました。夜は部屋でゆっくりしました。机に座ってノートを少し書きました。電気スタンドの光の下で本を読む時間も作りました。その後、彼氏と話しました。携帯電話を使って夜にしばらく話しました。今日のことや次の予定について話しました。声を聞きながら静かに時間が過ぎました。夜遅くなったのでお風呂に入りました。体を温めて髪を乾かしました。部屋に戻ってから電気を消してベッドに入りました。窓の外は静かで虫の声が小さく聞こえていました。こうして水曜日は一日が終わりました。午前中は母とスーパーへ行き、午後は公園で運動をしました。夜は家で彼氏と話して過ごしました。家の中と外の両方で時間を使い、充実した一日になりました。木曜日、祖父母の家を訪ねた日。木曜日は祖父母の家を訪ねました。朝は少し早く起きて出かける準備をしました。顔を洗って歯を磨き、服を整えました。窓を開けると空は晴れていて青い色が広がっていました。風は柔らかくて心地よい朝でした。家を出る前にカバンの中にお土産を入れました。祖父母のために前の日に買ったお菓子を準備しました。午前中に電車に乗って祖父母の家の近くの駅まで行きました。電車の中は少し混んでいましたが、席に座ることができました。窓の外には街の景色が流れていきました。ビルや住宅が見えて、しばらくすると畑や田んぼ見えてきました。
空はずっと明るくて、雲が少し浮かんでいました。駅に着いた後で、歩いて祖父母の家に向かいました。道には花が咲いていて、小さな川も流れていました。川の上には橋がかかっていて、水の音が聞こえていました。ゆっくり歩いていくと、やがて祖父母の家が見えてきました。木の門と小さな庭がありました。庭には花や植木が並んでいて、色とりどりでした。祖父母の家に入ると、すぐに温かい雰囲気を感じました。部屋の中は静かで畳の香りがしました。台所からは料理の匂いもしていました。祖父母は私を迎えてくれて部屋に通してくれました。持ってきたお菓子を渡しました。祖父母はとても喜んで机の上に置いてくれました。昼ご飯は祖母が作ってくれました。テーブルにはご飯と味噌汁、煮物、焼き魚が並びました。とても家庭的で優しい味がしました。祖父母と一緒に食事をしてゆっくり過ごしました。窓からは庭の緑が見えて鳥の声も聞こえてきました。食事の後、食器を片付けて台所を手伝いました。午後は居間でお茶を飲みながら過ごしました。祖父母は昔の話をしてくれて、私は静かに聞きました。机の上には湯飲みとお菓子が並びました。祖母はお茶を入れてくれて、香りがとても良かったです。少し休んだ後、庭に出ました。庭の木は高く伸びていて、葉が風に揺れていました。花も咲いていて、色がきれいでした。祖父は庭の手入れをしていました。草を抜いたり、花に水をやったりしていました。私は少し手伝ってバケツに水を入れて花にかけました。庭に立つと空の青さと緑の色がよく見えました。夕方になると祖母がおやつを出してくれました。お皿には果物と和菓子がありました。一緒に食べながらゆっくり時間が流れました。部屋の外は少しずつ暗くなって窓から夕日の光が差し込みました。壁や畳が赤く照らされてとても静かな雰囲気でした。夜になる前に祖父母の家を出ました。玄関で靴を履いて祖父母にお礼を言いました。祖父母は門まで見送ってくれました。外はすでに暗くなり始めて街灯がついていました。道を歩きながら虫の声が聞こえてきました。
駅に戻って電車に乗りました。夜の電車は少し空いていて、窓の外は暗かったです。遠くに小さな光が見えて、町の家の明かりが並んでいました。電車に揺られながら祖父母の家で過ごしたことを思い出しました。家に着いた後はお風呂に入りました。体を温めて服を着替え、髪を乾かしました。その後、机に座って少し本を読みました。静かな夜で部屋の中は落ち着いていました。やがて電気を消してベッドに入りました。一日中、祖父母の家で過ごして料理を食べたり、庭を見たり、静かな時間を楽しみました。祖父母と一緒に過ごした時間はとても穏やかで心に残りました。